ご無沙汰しております。バガボンバ島のシシです。時間が空いてしまいましたが、今日はマルケサス諸島からトマムズ諸島のアバタキ、ランギロア島、そしてタヒチまでの旅を皆さんにシェアしていきたいと思います。マルケサス諸島最大の島クイバを立ちアパタキを目指します。アパタキまでは541マイル、2泊3日の予定です。順調に風に乗って5から6ノットでヨットを走らせます。福井場で知事が他のセーラーさんたちとも話しましたが、この頃数週間はとても風が強くトゥアモテに向かうのを遅らせているという方々もいらっしゃいました。私がこの後タヒチから日本に帰国したり、アナちゃんのお友達もフランスから合流するという時期もあり、私たちは出発しました。夕方からは風も強くなり、過酷な状況の中、アナがお夕飯を作ってくれました。今日はレンズ豆の煮込みとマルケサス諸島のレモンを使ったフムスでした。朝焼けも綺麗で、この日は晴れると思っていたのですが、あっという間に雲に包まれてしまいました。アナが来てからは3人交代で舵を取ったり、オートパイロットを使ったりとくつろぎながら過ごしていました。父が1回目のアトランティック大西洋横断の際、フランスからカリブ海マルティニーク島まで同行していますので、セーリングの経験もあり安心。もし父が体調不良になったり大怪我をした場合でも、なんとか私と2人ならタヒチまで一緒に行けるよねきっと、などと2人で話していました。待望のお魚も釣れました。次の朝はだいぶ風が弱く横揺れしながら進んでいきます。遠くに降った雨で水平線の向こう側に大きな虹が見えました。またもや遠くに雨雲が近づいてくると、やはり風も強くなりました。20ノット超えの風に乗り、私たちは7ノットほどのスピードで進むことができました。
このまま船を進めるとアパタキへの到着が視界が悪くなる夕方ごろ、周辺や海底が見えなくなってしまうような危険を避けるため、日の昇っている間にパスを通れるように時間調整として途中のタカロア島で数時間休憩することにしました。トゥアモトゥ諸島は約80の環礁からなり、世界で最も環礁が多い地域と言われています。すべての島が中央のラグーンを囲むようなドーナツ型で、どの島も内側のラグーンに入るにあたり、このような狭いパスを入っていきます。こういった狭いパスを通る際、潮の流れ、風、そして特に水深が浅いところもたくさんありますので、事故に遭わぬよう注意を払わなければなりません。行き先に岩があり、急に海底が低くなっていないかを一人が船の先頭に立って確認します。今回はアナが先頭に立ってくれました。一見穏やかに見えますが、船の周りには小さな波がたくさん立っているのが見えますでしょうか。そしてしばらく行くと、さらに海流が大きいことに気がつきます。パスを通過し、環礁の内側に入っていきます。何事もなく無事に通り抜け、早速泳ぎに向かいます。私は体調を崩してしまっており、船で休憩。そして夕方になり、アナちゃんの運転でいよいよアパタキへ出発。環礁内にいると風が弱まったような感覚でしたが、実際パスを通るときは風を強く感じました。6、7ノットで船は進んでいたんですが、めちゃくちゃ揺れまして、夜中ジジが転がってきて目が覚めてしまったり、狭い船のはずなのにトイレのドアを開けて急な坂を登らないとトイレにたどり着けないような感覚。アナも私も何度も起きてしまうような厳しい夜でした。次の日、私の体調悪化で動画を撮れず、目が覚めたらもう到着していました。この日は私が歩けるような状況ではなく、アパタキの住民の方が心配してくださって自転車を貸してくださいました。自
転車を焦げるような状況でなく、知事に押してもらって看護師さんたちが運営する村の小さなクリニックへ行き、お薬をいただいて帰ってきました。帰ったらアナがお昼の用意もしてくれていて、島の皆さんや家族の優しさが心にしみる一日となりました。夕方になり、体調も落ち着いたので少しお散歩に出かけました。この村には小さなコンビニ程度のお店があるだけで、生野菜は売っていませんでした。船には1ヶ月以上前にパナマで買った1かけらのキャベツしか残っていなかったのですが、それでしのぐしかありません。卵は鶏を飼っているポート近くのお家の方に分けてもらいました。もう何年も前にタヒチから嫁いでいらしたおばあちゃまからお話をお聞きしましたが、お買い物をしたいときはタヒチへのボートがあり、3日ほどかけてタヒチに買い出しに出かけることもあるそうです。物資が少ないのに、島になっているフルーツや野菜は取って食べてもいいよと声をかけてくれるおじいちゃまもいらっしゃいました。皆さん本当にお優しいです。アパタキにはもう一つ北側にパスがあるので、次の日には北側へ移動。この日も風が強く吹いていました。遠くの海岸の方にボートが見えていますが、後に聞いた話ではヨーロッパからのシングルハンドのおじいちゃまが乗っていらっしゃったそうです。実際自身も以前ここトゥアムトゥ諸島で座礁の経験もありますし、海図が全てではないので事故は誰にでも起こり得ます。特にこういった干渉地域では気をつけなければいけないなと改めて感じさせてくれる光景でした。元をたどるとソシエテ諸島からの移住やハワイなどとの交流もあったとされるトゥアモツ諸島。現在の島々の産業としては黒真珠生産が主。アパタキも名産地の一つです。本当にのどかで美しい島々。ビーチにバーベキューなどをしに行きました。引き続き私は体調が悪く船でお休みさせてもらいました。実は今回アパタキに立ち寄ったのは私が知事にお願いしていたからなんです。また8年前の話になってしまいますが、太平洋横断後もずっと体調が悪かった私。でもトゥアモト諸島に近づいた頃から体調が落ち着いてご飯も食べれるようになっていたんですね。色とりどりの美しいサンゴ畑でサメやとっても大きなバラクダと一緒に泳いだ思い出が忘れられず、もう一度行きたいとリクエストをしていました。それなのに体調が優れず泳ぐこともできず、本当に残念。
無事環礁内に入りました。環礁内でも激しい風が吹いています。正直こんなにトゥアモト諸島で風が強かったことは初めての経験。バスに入ってから1時間以上進んで、やっとアンカーを降りたところにはもう太陽が沈む頃でした。最後の日も風は強かったのですが、みんなはビーチに遊びに行きました。夕方頃、また出発しバスを通ってランギロワに向かいます。そしてやっと外に出ました。次の島ランギロワへ132マイル、夜のセーリングで1泊の予定で向かいます。次の日には海が荒れていたということもあって、朝5時に全員が起きていました。風が28から30メートルの強風です。水しぶきを浴びながら進みますが、こんなに風が強くて不安は募ります。ランギロはパスもまだ広めで水深もありそうですけれど、果たして無事に通れるのか。途中で船を止めることはできないし、このままジジを信じて近づいていきます。エンジン全開。進む方向とは真逆の環礁側からの潮の流れが8ノットほどあったようで、なかなか前に進まなかったのが印象的で、ただ近づいていくと、なんと海流で遊んでいるイルカを見ることができました。海の上で生活していると波に乗って飛び跳ねているイルカに巡り合うことはありますが、ちゃんとビデオに撮れたのはこれが初めてでした。子供たちも大興奮。興奮冷めやらず島の内側に入ると、海は外よりだいぶ穏やか。やっとアンカーを下ろし落ち着きました。到着したこの日はヤユくんの9歳のお誕生日。ランチはレストランに繰り出します。お出かけ前にアナはジジの髪の毛を切ってくれました。
Ah non, c'est pour faire un œuf. Ah, pardon, pardon. Pas grave. Versailles. Faut mettre une barre là. Happy birthday. On attend quelque chose de toi. Super. Alors c'est quoi? On est avec avec C'est de...ジジからはお洋服、そしてママのアナちゃんからはバックパックに詰まったたくさんのお誕生日プレゼントをもらい、とっても嬉しそう。C'est beau ça. この後はジジと泳ぎに行きました。海が荒れていてなかなかカメラも定まらず、水の透明度にも欠けますが、たくさんのお魚を見ることができました。次の日には島探検へ。天候が悪く出発時には雨が降っていて、海も荒れていたので地上に着くまでびしょびしょに濡れながらみんなでハイキング。1時間半くらい歩いて島の隅っこまでやってきました。風が強くて長くは滞在しませんでしたが、軽いランチを食べた後は海岸を歩きながら帰ります。ランギロアは白い砂浜ばかりのイメージがありましたが、こういう海岸もあるんですね。そしてこれ、何やら地面がもそもそと動いていて、よく見るとそこにはたくさんのヤドカリがいたんです。踏みつけないようにして気をつけながら歩きました。帰り道、たくさんの貝殻を見つけることができました。そして同じパスを通り、ランギロアからタイチへ移動する前に島の外側で一泊することにしました。この日は到着した日よりもだいぶ風は落ち着いていましたが、海はこの通り。しかしパスは無事に通り抜けられて目的地へ向かいます。先ほどジジが海藻って叫んでいましたが、この海藻は日本語で言うとホンダワラ属の海藻で、2022年の大西洋横断の時には海にいっぱい広がっていたそうです。年々の地球温暖化からの異常繁殖で
メキシコからカリブ海の島々でも大量に海藻が打ち上げられて問題になっています。カリブ海からの航海中も魚ではなく海藻が引っかかることもたびたびありました。今回この海藻を太平洋でもたびたび見かけ、地球の温暖化を肌で感じる航海となりました。ランギロワでの数日間はどの日も風が強く、あまり天候には恵まれませんでした。そしていよいよタヒチへ出発します。この日の航海は終始穏やかでした。ゲームをしたり、みんなで拾った貝殻でネックレスを作ったり、くつろぎながら進みます。4 plus combien égale 4 plus combien égale昼間は風も変わらず、これくらい落ち着いた航海はなんだか久しぶりのような気がしました。あ途中鳥たちが狩りをしているのを見かけ、私たちもお裾分けをもらいに方向を変えます。残念ながらこの日は魚は釣れませんでした。この夜は後ろに大きな雨雲が見え、夜中12時頃から様子見、風も南南西に変わり、眠れぬ夜を過ごしていました。しかし朝にはすっかり快晴。
島に近づいてくるにつれ風も弱まり、スピネガーで風を稼ぎます。結局風がほとんどなくなってしまい、仕方なくエンジンで進みました。私たちは首都パペートより南、空港に近いタイナマリーナというポートを目指します。空港近くのマリーナということで、船のサイズによってはマストの高さなどから万が一の飛行機との接触を避けるため、ステーションは空港の管制官とやり取りをし、私たちをポートまで誘導します。飛行機の通過時を避けてマリーナに向かうので、何度かストップ。ステーションからの連絡を待ち、ゴーサインが出てから船を進めていきました。ステーションと連絡を取ってから約1時間後、アンカーを下ろし、無事マリーナに着きました。マリーナに着いて次の日にはバスでパペーテの町へ。時刻表は合ってないようなもので、手を挙げないと止まってくれません。まずの目的地はこのフローズンヨーグルト店。最初に来たのは8年前、まだそのお店がありました。フレンチポリネシアならではのタロイモやシーズンのフルーツの入ったさまざまなフレーバーと好きなトッピングを選んでオリジナルパフェを作ることができます。パペーテの街には今までのフレンチポリネシアの光景とは違うたくさんのスイーツが並ぶベーカリーやお土産屋さん、色とりどりの野菜が並ぶマルシェなどを楽しみ、そして久しぶりに大きなスーパーマーケットに買い出しに行ったり、そんな数日を過ごしました。カリブ海からパナマ運河を越え太平洋を横断、そしてタヒチまで到着。この続きは次回、タヒチからさらに西へ向けて旅立つ様子をお送りします。